こんにちは、ゆうてそうです。横田康です。はい、ということでやってきました。今日はですね、2425キャピタユニオン D ラックスの、展示会場に潜入しています。よっ早いですね。かなりまたアップグレード、アップグレードしているものもあるし、まあそのままの、まあでもほとんどアップグレードと、まあ、デザインももちろん変わってるんで、そうですね。でましてや、まあ、キャピタユニオン D ラックス、ものすごく人気の高いブランド3つになってるんで、まあ、全国の皆さんも気になってる方かなりいるんじゃないかなと思うので、チェックしていきましょう。チェックしていきましょう。お願いします。お願いします。はい、ということで早速、キャピタから行ってみたいと思います。はい、それではカスタムプロデュースの飯塚さんに、キャピタの紹介してもらおうと思います。飯塚さんお願いします。よろしくお願いします。飯塚さんあれですよね、もともとライダーで、もうキャピタのことっていうのはもうめちゃめちゃ詳しくて。そうですね、キャピタはもう本当に現役だった時からもうめちゃくちゃ好きで、今もブランドキャピタユニオン D ラックスと、うちではやってるんですけど、特にそのキャピタちょっと特別な思いがあるというか。なるほど。でなんかせっかくだからそのキャピタのなんかここいいぞみたいなのってなんか語ってもらったりってできないですか？いっぱいあるんですけど、めちゃくちゃあるよ。めちゃくちゃあるもんね。俺もやっぱ好きなとこいっぱいあるから、特にキャピタっていうのは、僕も一番こうパッと好きなんだろうな、アートがとにかくかっこいい。そうもう間違いない。ボードにはそのライオンが、ちょっとどんなんが好きとかあって、なんかキャピタっぽいやつ言ったらこれとか言っちゃいますね。ウルトラフィアとかそうですね、これ僕が特に、大好きなウルトラフィアっていうボードなんですけど、今年10周年を迎えて、今までのキャピタの DOA だったりアウタースペース、インドアサバイバル、アウトサイダーズとか、人気のボードのグラフィックがコラージュされてる。もう懐かしいもん、ちょっと。そうっすよね。そう懐かしくて、僕はもう実際使ってた板のそうね、見ててこれはもうめちゃくちゃ上がるなって。キャピタってそのアートだけではなくて、アートにそれぞれボード一本一本にストーリーがあるっていうのが、好きで、今回の2425の新しい、モデルはフリースタイルボードにおいてはマインドチェンジっていうのがアートのテーマになっていて、今年は基本的にはそういうネガティブな、スノーボードとかなんか怖いジャンプとか初めてトライするとか、なんか新しいラインに行くっていうのはどうしても怖さがスノーボードつきまとうんですけど、キャピタのねボード乗ったりとか仲間と一緒に滑ることでちょっとポジティブなマインドに変えていくっていうメッセージが全てに込められているので、そういったそのアートのなんか奇抜さだけではなくて、それ例えばなんかアートで表現してるアートとかってあったりするんですか？例えば、こういうインドアサバイバルじゃない、ごめんなさい、インドアサバイバル合ってるか？合ってるインドアサバイバルだったら F か。F かっていうそのアートディレクターがほとんどのキャピタのグラフィックを、アートを描いてるんですが、これはスノーボード全体、スノーボードそのものを表していて、これが要はネガティブなバイブス、スノーボード新しいことをトライする時の怖さだったりとか、できるかな、本当にできるかなみたいな、そういうネガティブなバイブスを表していて、この女神がそれをこう包み込むポジティブなイメージ、メイクした後のなんかことをイメージして、新しいことできたみたいな、そういったなんかいいイメージ、それがその悪いイメージをこう包み込んでトライする勇気を与えてくれるような、そういったアートですね。なるほど、あるんですね、一つ一つにねメッセージが実はねあって。じゃあなんか今せっかく、全種類っていうのはないと思うんですけど、ちょっとあるやつをパッと見て、じゃあ2本か3本とかでもいいんで、これとこれはちょっと押さえといてよキャピタ今年はっていうやつを紹介してもらったらいいかなと思うんですけど、どうでしょう？ちょっとパパパッと見ていきましょうか。どこから？大きく分けると、キャピタといえばフリースタイルモデル、この辺のモデルっていうのがフリースタイルモデルで、ビメンズパラダイスとかアートプロフェッサーって、こちらのこういったアートも細かくて、本当もう飾りたくなるようなめちゃくちゃ綺麗、色味がめちゃめちゃ綺麗なんだよね。ちょっと裏面も見せてもらっていいですか？ソールのグラフィックも、これは日本のその盆栽からフューチャーされた力強さを表現
したアートなんですけど、こういったバードフェザーとかすごい細かいアートになっています。ざっくり言って DOA っていうこれはアウタースペースリビング、DOA のウィメンズバージョンと、アウタースペースリビングっていう板のウィメンズバージョンですね。ですよね、はい、だからまあめちゃくちゃ乗りやすいって言われてるこの DOA のウィメンズがこのバードフェザー。そうです。これははい最近16歳でインターナショナルライダーになった高森ひまりも使っている、パラダイスです。パラダイスもね、はい、まあ、それも乗りやすい、扱いやすい扱いやすいですボードっていう感じですね。はい、はい、パスファインダーっていう、はい、キャプターの中では一番柔らかい板ですね。はい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 、どうせなんでソールとかも見てもらってね、これはどんな感じの。パスファインダーは本当、トリックをこれからいっぱい覚えたいとかやらなくて、で割とシンプルなキャンバーなので、本当に癖がなくて使いやすい、誰でも使いやすい板だと思うんで、上級者もそのトリック大好きなマイクラブとかも使ってるし、逆にこれからスノーボードでいろんなグラウンドトリックとか覚えたいっていう人にはぜひおすすめな板です。なるほど。はい、アウタースペースリビングは、まあ僕も超大好きな板なんですけど、ウエスト細めで、で実はハイブリッドキャンパー形状なんですけど、ロッカーもちょっと強いんですよ。このバインディング感はキャンバーで、ノーズとテールはロッカーしてるんで板がめちゃくちゃ動きます。なるほど。はい、なんでエッジトゥエッジがめちゃくちゃ速くて、板をずらすのとかも速いんで、もうキャプターの中で一番板さばきが速い。なるほど。ボードです。裏面もせっかくなんで。そうです。はい。なのでもちろんトリックを覚えたい方だったりとか、かっこいいっすね。初級者にもぜひおすすめ。試乗会でもすごい評価が高いです。ちょっとキャピタ初めてでとか、ちょっと今からなんか上手くなりたいっていう人は試してみてほしい板って感じですね。はい。では続いて先ほどのインドア。これはない、なんかジャケ買いする人も確かにもうなんか性能ごちゃごちゃ言わないと、ちょっと乗ってみるかもう手に取ってみてほしいって感じの。そうなんですよね。アートが気に入って、キャピタ知らなくても買ってくれる。裏面もねなかなかかっこいい。ただ実は、このキャピタの中では実は一番コストパフォーマンスが高いモデル。実はその本国の間ではアメリカとかではこの有名で、中にこういったセンターにチタンが入っていたりとか、デスグリップって言ってちょっとこうサイドカーブにボコッとした凹凸みたいのがあって、そこでエッジグリップをしっかりしてくれたりとか、中のコア材もすごいこだわっていて、センターにブナっていう硬い反発のある木を使っていて、残りがポプラっていうなんで柔軟でしなってくれるような、芯材を使っていたりとか、割とテクノロジーがめちゃくちゃ入っていたりする。アートだけではなくて、そうです、高くないです。でソールもDOA と同じコンタムドライブベースっていうめちゃくちゃ走るねソール、いいソールを使っているので、アートだけではなくて実はテクノロジーもしっかりした。なるほどなるほどなるほど。はい、いいっすね。はい、続きまして DOA です。 DOA、 まあもう説明不要のっていう感じのキャピタの中ではもう最も有名な板で、ただこの知名度が高いだけではなくて、僕もなんでこんなに DOA ってなんか広がったのかな、評価されるのかなって思った中で、やっぱり試乗会とかで乗ってもらうとみんなめちゃくちゃいいっすねって帰ってくれるんですよ。だから単純にめちゃくちゃ乗りやすい、どんなシチュエーションでもいける。それはもはや説明不要の乗りやすさ。そうです。そうもうノーズテールのプレスずらしもういいんだけど、エッジ立てると噛んじゃうっていう。そうですね。だからすごいバランスのいいね、超オールラウンドですよね。超オールラウンドです。で昨年まで割とホワイトベースで、そういった板だったんですけど、今年はアートも、いやこれはパンチある。これがすごい。このアートも実は、荒野で爆発、実際にバーンって爆発させて、それをパシャッと写真ででここにねアートにしたっていう女の人いるもんね。でこの女の人の後ろで燃やしたってことでしょこれを。そうです。もう爆発させてそれをそのままこのねアートに乗っけるっていう、なかなかいかつい感じの。そうです。これめちゃめちゃ目立つこと間違いなしみたいな。そうです。で実はこのアートだけではなくテクノロジーも進化していて、中にファイバーグラスっていうのが入っていて、それは板の
耐久性であったり反発安定性を上げるためにキャピタンみたいには全て入っているんですが、はいはい。そのファイバーグラスとカーボンを一緒に編み込むっていう新しい技術で、へえ。今まではファイバーグラスの上に2本カーボンビームって言ってカーボンビームがこうやって2本入っていた乗っかってるような状態だったんですが、今年からそのカーボンとファイバーグラスを一緒に編み込んで、へえ。より軽量でなおかつ反発に優れる板になってます。なるほまど。た軽くなったんですか？そうです。もうなくなっちゃうんじゃないの、まあ何年後かに。なんかね、軽くなった。年々軽くなったって言ってるけど。言われるんですけど、もう本当にでも今年すでに玉村隆であったりとか、渡辺裕太、うちのフリースタイルのメインライダーに渡してるんですけど、ライダーから明らかに DOA 軽くなったよね。本当にもともと軽いけどね、それ言い過ぎでしょそれ。言い過ぎだと思う。軽いんだ。結構ね辛口なんで。まあないでしょ。でも今回は本当にもう飯塚さん明らかに軽くなりました。それはちょっと明日乗ってみてですね。試乗会でこれは乗ってみてもらいたいですね。明らかに軽いです。まだ進化するんですね。ねえ。ちょっと疑ってますけどね私。はい、じゃあ次行きましょうか。アウトサイダーズ。アウトサイダー。アウトサイダーズは今年はもうまたねアートもパンチがあってパワフルなアートなんですけど、実はキャピタって近年特にコンペライダーに力を入れていて、もう今後 X ゲームこの前もすぐ前も X ゲームスでミアブルックスっていうウィメンズのライダーが優勝したりだとか、日本人でも村瀬ゆらっていうのを大会で有名なライダーを取ったりとか、今後そういった大会のシーンに力を入れていく、なのでもうどんどんキャピタルの板が実際こう目に触れていく形になると思うんですけど、そういったもうコンペのライダーも使えるようなしっかりとした強さを板がこのアウトサイダーです。僕も現役の時はこれだったん大好きだったね。ジャンプでっかいジャンプとかそう飛ぶ時はもうまあハイスピードで、はいまあだからちょっと固めの板でちょっとトリックしたい人向けって感じだから、そうですね。まあすごいたくさんの人にはまるかっていうとそういう板ではないかなっていう感じだけど、でっかいジャンプ飛びたいとか、エッジグリップもいいので高速でサイドフットしたいとかっていう人はいいっすね。はい。では続いてウルトラフィア。まあこれはサクッといきましょうか。まあさっきのね説明もあったんで、はい、10周年ということで、はい、もうキャピタ好きにはたまんないね。これこそなんかキャピタっぽい感じの、そうですね、ね、あれも出てるから、もう DOA よりもウエストが太くて少し硬めになってるんで、まあ、DOA もいいんですけど、よりこうスピードを出して滑りたい人とかにぜひおすすめな板です。飯塚さんこれ好きなんですよね。これね僕一番好きっすね。めちゃめちゃいい滑りするから、まあ裏目はねウルトラフィアのシンプルなこういったキャピタのスカルのはいっていう感じですね。はい。あとはもうフリーライドモデルなんですけど、キャピタってプロチームがあるんですけど、実はフリースタイルのストリートのイメージが強いんですけど、カズンだったりアーサー・ロンゴ、ケビン・バックストローム、ジェス・キムラ、トーサイ・ホームもフリーライドのライダー半分なんですよ。そうですね。フリーライドのボードっていうのは今一番力を入れていて、毎年アップグレードしてます。でその中でも今僕らが一番おすすめ、めちゃくちゃ乗りやすいのがこのナビゲーターです。なるほど。ナビゲーターね、めちゃめちゃ気になってます。これガラッと変わったっすよね、なんかデザインも。そう、だってこの木目の感じとかね。そうです。ウッドグレイントップシートって言って、今までカズとかブラックデスの、トップシートに使用していたウッドの質感を残しためちゃくちゃかっこいいね。トップシートレスみたいな感じ。そうですね。またトップシートレスとはちょっと違うんですけど、また違うんだ。またトップシートを貼っているんですけど、通常のトップシートの半分の軽さで。へえ、完全にレースではないですね。レースではないです。へえ。これはトップシート。あ、そうなんだ。木目の質感はでもすごいよね。ちゃんとあるもんね。木目の質感をもうあえて残して、デザインにも機能性にも優れたなるほどいいトップシートになってます。なるほどなるほど。めちゃめちゃかっこいい。そうでさらにソールもはい、今年はアップグレードしていてかっこいいね。キャピタンの中では一番走るカズヤブラックスノーボードオブデスっていう上のモデルに使われていたハイパードライブベースっていうのが採用されて、
よりこう走るようになってます。じゃあめちゃくちゃ高いんだそれ。実はこれ8万4000円でほうアップグレード、トップシートのソールもアップグレードしてるんですけど、うん値段据え置きっていう。なるほどまさかなるほど。だってこれなんかこうキャピタの中ではイメージ的には DOA のフリーライドバージョンそうですそうです。ぐらいの乗りやすい。みんなが乗りやすいフリーライド系のそうです。ボードっていうイメージ。そう、僕もキャピタの社長が、うん来日した時に何の板乗ってるんですかって言ったら、もうナビゲーターしか乗ってないよって。へえ。はい。社長ももうそれ。社長大絶賛。あとうちの永田うん D ラックスのマネージャーなんですけど、もう彼も最も気に入ってる板で、なるほど、はい、社内で一番人気のなるほど。ことです。はい。それもちょっと乗ってみたいですね。はい。はい。あとはもう一つは数国母そうまあやっぱねこれはプロモデル、これもウッドの質感を残した。めちゃくちゃかっこいいこれ。ブラックの木目みたいな感じですね。こういったソールになっていま今す。年はトラっていうね。かっこいいですね。これはかっこいい。これはもうめちゃくちゃいいです。そう実物やばいっすね。そうですね。で若干実はフレックスが今年柔らかくなってます。だんだんカズ自身もどんどんこう毎年乗りやすく軽くなったりとか、少しロッカーを増やして、板をさばきやすくなってるんですが、さらに今年は少しだけフレックスも柔らかくなってより扱いやすくなっています。なるほど。なので、もちろん上級者も乗るんですが、中級者とか本当このアートがかっこいいから乗りたい、フリーライド大好きな人、全然もうジャケ買いしても全然乗れちゃうぐらいの、なるほど。乗りやすさなので、ぜひこれも試乗とかねしてみてもらいたいですね、そしたらね。はい、なるほど。はい、これは全部おすすめってことでいいのかな全部おすすめ。なんか俺2本なんかパッパッパッパの2本って思ってたけど、全部おすすめだったねこれ。であとはこのパウダーシリーズ、もう僕がもう大好きなスプリングブレイクっていう、もう僕説明したいぐらいのもう8本持ってるんで僕コレクターなんで、実際コレクターがいるぐらい、コアなファンが多い、パウダーで調布力出したい人はこれ乗ってください。もう誰にも負けないんではい間違いない。じゃあちょっと裏面もこんな感じでね、実物いいっすね。はい、俺説明していいですかちょっとすみません、営業担当の UTS のスプリングブレイクに関しましては、もうこれはもうサーフィンにもうペラペラっと壁を合わせてカービングして壁登ってって、もうサーフターンしたい人はこれ。なるほど。全部サーフターンできるけど、はい。でスラッシャーですね。調布力を持ってしてハイスピードにパウダー駆け抜けたい人はこのパウダーレーザー、パウダーレーザーもう157センチとか選んどきはもう浮力も半端ない。あでもうちょっと変わり種でパウダー俺スイッチもやりたいわ、トリックもやりたいわっていう人はパウダーツインっていうのがあって、でリゾートツインっていうのは単純にやっぱゲレンデ滑りをスプリングブレイクで滑りたいっていう、キャピタじゃなくてスプリングブレイク乗りたいみたいな人はこれ乗ればいいのかなっていう。はい。あともう一個ちょっと俺もちょっとごめんちょっと喋んないあちょっと高級品に乗りたいよっていう人は、これも多分超浮力のパウダーグライダーっていうで、ソールもめちゃくちゃ多分走るそうですよねこれ。そうです。おそらくなんで俺が喋ってんのそれ合ってます？大丈夫ですか俺。合ってます。合ってます。合ってます。はい。これはもう俺これちょっと欲しいもんね少し。あ。これを162センチみたいなの超長いやつ、はいはいはい。パウダー行きたいなみたいな。ちょっと話しやすく切れないんでそうっすね。キャピター愛がさすが強い。今ある中ではハイエンドモデル着てないですね。ハイエンドモデル、スーパー DOA とか、そうですね。メガデスとか
そうですね、本当はもうそっちまでうん説明したいんですけど、まあちょっと逆にね、そのハイエンドモデルっていうのはなんか硬くて、うんなんかもう上級者しか扱えないんだろうってうん感じもするんですけど、実は逆でもうめちゃくちゃ軽くて、うん反発も強いから乗り味もめちゃくちゃ軽いんですよ。はいだから高級車に乗ってるっていう感じで、実はもう初級者から中級者も上級者もどんなレベルでも乗りやすいみたいになってます。実はね実はなんかよくあるのはプロモデルはカーボン入ってて硬くてしんどいみたいな。逆に例えば、マーキュリーより、うんメガマーキュリーの方が乗りやすかったりします。実は軽くてなるほどなるほどそれもいいんで、うんなんでそれもぜひこのね、なんかそういうの気になってる、よりこう周りとちょっと差をつけたいとか、そういう人はもうちょっと板の力を借りて、確かにそういったもうぜひおすすめです。確かにスーパー DOA とかでも高く飛べるもんね。もうね全然違うっす。しかも案外操作できるよね。ガチガチじゃない本当に。ガチガチじゃないんでもう簡単ですよ、本当に操作が。えあ市場会市場会場にはあるんで先輩から市場会場にあるんで皆さん楽しめます。でもね一般ユーザーさんも乗れるタイミングがあったらぜひ乗ってほしいハイエンドモデルもね。そうですね、大きい市場会だったら、うんあるので、そうっすね。でも本数がねほんと少ないんで、はちょっとこう並んでちょっと待ってもらうかもしれないですけど、待っても本当乗ってもらえる、なんかそれだけの価値がある板だと思ってるんで。なるほど。俯瞰するとやっぱ全然違うっすよね。確かにソールの走りとか軽さとかね。びっくりしますね。はいということで浅井さんもようやく入ってきたところで僕ねやっぱそうなっちゃうんですよね。はいぜひ皆さん2本がどうとかって言ったんですけどいらないっすね。全部いいってことでまあ好きなもうグラフィック選んで乗ってみるとか、確かに確かに見た目でかっこいいなと思ったら乗ってみるみたいな。もう全ての人にこうもっとスノーボードを近く感じてほしいだったり、外のこうね綺麗な雪景色とかいろんなもの、そういったなんて言うんだろう、滑りに行きたいよねみたいなね。そういう気持ちを持ってスノーボードをもっといろんな人にやってもらいたいっていう気持ちで、キャピタルの社長も板を作ってるんで、なるほど本当にねどんどん乗りやすくなってきます。なるほど。はいはいということで皆さん、キャピタ気にしてる人もしてない人も、この動画見てね試乗会で見つけたらぜひ乗ってみてくださいということでいいですかね。はいということで伊坂さんありがとうございました。ありがとうございました。いえありがとうございました。はいまたお願いします。そしたらはいお疲れ様でした。うっすー。